織田和佐助信長だ。お前ら、時間の話をしようか。人間50年元天皇地を比べれば無限のごとくなりだ。今は寿命は80年だ90年だと油断しているようだが、やっていることを見れば大差ない。気づいたら一生スマホとか意義で終わる。そんな人生。どうなら本能寺の前に自害するわ。まず覚えておけ。時間は、増やすのではない。奪い返すものだ。会社、SNS、どうでもいい付き合い。全部、お前の寿命をちょっとずつかじっている。戦場で言えば、味方のふりをした略奪兵だ。そんな連中に囲まれて、時間が足りませんとか、笑わせるな。まず一つ目。目的なき努力は、無駄死にだ。天下不武も掲げずに、毎日タスク管理アプリをいじってるだけのものが多すぎる。天下を取る気がないなら、せめて3年で年収を倍にする。5年で独立するくらいは決めろ。その旗印も立てずに、効率化だのポモドーロだの言っても、早く走るハムスターだ。どれだけ回しても、回し車からは出られん。2つ目。やることを決める前に、やらないことを決めろ。動画楽一楽座をやったのは、承認を甘やかしたかったからではない。古い特権や無駄な規制をぶった切って、時間と金の流れを早くしたかったからだ。現代で言えば、不要な会議、SNS の通知、付き合い残業、全部、赤書だ。赤には一つ残らず潰せ。参加しない。既読スルーする。断る。この三つは現代の兵法だ。嫌われるのが怖いなら、一生時間を搾取されていろ。三つ目迷う時間を、締め切りで焼き払え。ドーハ合戦の前、情報を集めさっさと決めて、あとはやるだけにした。お前らは逆だな。情報を集めて、比べて、悩んで、気づいたら日付が変わっている。今すぐ帰ろう。この仕事は25部でここまでやる。今週中にこの一歩だけ必ず進める。こうして、自分で戦の刻限を決める。ポモドーロだかなんだか横文字を使う前に、今から一刻、この砦だけは必ず落とすと決めて書かれ。四つ目、人に頼るな。だが、人を使え。頼むところにあるものは、頼む者のために滅びる道はそう考えておった。上司が無能だから出世できぬ。景気が悪いから稼げぬ。そんな泣き言は、弱小大名のいいわけだ。AI でもツールでも外注でも、使えるものは片っ端から使え。ただし、最後の責任は全部自分で被れ。他人に人生を預けた時点で、お前はもう過信だ。自分の人生の大名になれ。五つ目毎日、昨日の自分を処刑せよ。道は気に入らぬ古い制度も、役立たずの過信も、容赦なく切り捨てた。同じことをお前は自分自身にやれ。昨日と同じ時間の使い方をしているなら、それはもう切腹者だ。昨日の1時間の無駄を、今日は30分に減らす。これを毎日繰り返せば、1年後には別の国にいる。最後に、これだけは肝に銘じておけ。だらだら生きても、全力で生きても、終わる時は一瞬だ。本能寺で動画悟ったのは、いつ終わるかは選べぬが、どうも得尽きるかは選べるということだ。今の一日を、本能寺前夜だと思って使ってみろ。まあ明日でいいかとはいえ、なくなるはずだ。人間50年でも、80年でもよい。問題は長さではなく、密度だ。薄めた人生を長く伸ばしても、飲みずにもならん。刻生きて、短く散れとまでは言わぬが、暇つぶしで寿命を溶かすな。お前の時間を奪う者は、すべて敵だ。遠慮なく切れ。